で働いてられるというか、好きなことで。こっちにトラバルからそうですね。もうそれこそ10年20年ぐらいはいらっしゃるんじゃないでしょうかね。それで続けられるっていうのがすごいですよね。今で言うとやっぱりみんなあんまりちょっと言い方じゃないですけど、もうなんか悪かったらすぐやめようみたいな。そうですね。家族時間がやっぱ長いんでね。めっちゃ普通でした。ですね。僕大先輩ですね。さんが一番長いんちゃいますかね。もう60、70ぐらいの方ですね。これヒレですね。あ、ヒレ。ここの腹ビレ取ってる店も他は多いんですけど、はい、ここはまあ取らないみたいですね。こう硬いとか食感がやっぱちょっとあれらしいですよ。骨感じるのが一番ここらしいですね。怠けちゃうんで。
これとりあえず火起こるまでちょっと待ちます。多分20分ぐらいですね。これ咲くんですか？出てきたりやっぱ冷やしとかないと悪くなるの身が。早いですね。もちろん
最初は片手なんかできないです。もう片手でやれって教えられましたね。ほんまずっとこのスタイルですね。まだ届いてないかな。 1回に何個ぐらい卵使うかな。これで10キロなんですよ。キロ。はい。空気抜いてますね。おい、そこ電気つけてくれる？どうやって判断してはるんですか。できてなかったらなんか出てくるんですよ。液っていうか固まってなかったら。ちょっと溢れてくるみたいな。あ、そうですね。生の状態で溢れてくるんですけど。すでにめちゃめちゃ美味しそうです。またカゴもちょうだいな。どっちかというとその職人さんの人生観であったりとか、仕事に対する姿勢みたいな。自分一人で店頭でうなぎ焼いて売れるじゃないですか。そうですね。自分一人でも。そうしたらこれから先年いったらいいなと思って。でこっちにちょっと死ぬまで働いてられるというか、そう好きなことで。でこっちにトラバイしたんですよ。まあその時の判断はもう間違ってなかったなと思って。やっぱりうなぎねちょっと作ったりするのがやっぱり好きっていうことですね。好きでやってるというか。まあね。でも普通の料理屋さんと違いましてね、うなぎ屋さんはやっぱり単一商品ですからね。日本料理やったら春夏秋冬と作る料理変わってきますけど、作るのは年がら年中同じような感じになりますから、その点難しいです。今の季節でこれやとちょっと夏場すごいですね。そうです。ここまで暑いと逆に気持ちいいですよ。蒸し暑い暑さじゃないから。なるほど。これお店がオープンしたらそこの窓は開けるんですか？開けます。でもちょっとそうやって街の人らを見ながら焼けるっていうのもちょっとオツというか。そうですそうです。僕らいつも言うんですけど、はい、創業者が最初に考えはった人が偉い。これだけ大きい店をで外から見えるように。お客さんが中のこともしっかり見れるところは見れるようにっていう。そう最初考えはった人が偉いな。
すごい煙ですね。ここは今何をされてはるんですか？白焼き、ここでもう焼いて、はい。一応粗熱取って、でこれを蒸して、で今度色付け作業。昔はね、全部手でやってたんですよ。これ使わずに。ずっと手でやってたんです。やけどとかするんですする。早く焼こうものはこれ使いましたね。ちょっと焼く分には何のあれもないですけどね。今もうすべて触ってくれますね。そう、もうたくさん焼こう思ったら、もうまごまご知られない。水につけるのは冷ましてはる。そう、粗熱を取るいう意味もありますけど、で油を洗い流して、いろんな意味がありますよね。先人の知恵もありますけど、やっぱりね、日々ね、日進月歩でちょっとずつ改良するのがいいですよね。働くことに感謝をしてると、働けるんだって、働かせてもらえるんだ言うて、働けることが当たり前じゃないです。当たり前じゃない。だからやっぱり感謝してもらわなきゃいけない。やっぱり働けるんだから、働ける場所を提供していただいてるんだから、まず感謝してもらわない。そうですね。でそういう人はやっぱり仕事にもね、真心がこもるんですよ。愛ですね、もう本当に。愛と、その真心がこもってくると、それ要するにイコール働いてるいうことにつながる。感謝してない人はやっぱ心がこもってないから、それが分かってくると、やっぱり真心がこもってる。そうです。そこから限られた人しかもうないはずなんですよ。それが自然の現象ね。そうですね。人との巡り合わせもありますね。そう。どういう人と出会っていくかとか。そう人との巡り合わせもね、その一瞬ですからね。もうどんどんもう過去へ流されていくし、後からあの人はいい人やったなーって、もう一遍一緒に働きたいなと思ってももう叶いませんしね。一期一会ですね。その時を大事にするのはしょうがないですけど、ほんまに。炭火の方が火よりも火力が高いっていうことなんですか？そうです高いですよ。高いです。それは調整しますけどね。素焼きの時には、この白入れの時にはちょっと強火の火でやらない。なるほど。で、カレー焼きの時はちょっと火力を落とす。もちろん落とします。なるほど。その時に微妙に調理するんです。いや、それも外側からではわからないちょっとね。そうです。技というか。前にやったとね、手がやけどして皮が硬くなるんですよ。なるほど。それ硬くなってくるともう熱さはあんまり感じなくなるんです。今日久しぶりだから皮がまだ柔らかいから。熱いんですよ。ここがやけどしてね、どんどん皮が硬くなる。本当ですね。手の先が。そう。これがもう毎日焼いてるとどんどんで持ってもね熱くなくなるんです。そうなってきたら締めたものなんです。そうなってきたらもう手でひょい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 。そうなってくるのは完全に職人さんの手です。そう。で取り出す時にね、またそこで硬いのと柔らかいのと選別するんですよ。
混ぜるやつもめちゃめちゃ大きい。混ぜるやつもめちゃめちゃ大きい。大きいですねこれ。ご予約のお客様からお願いします。はい。小宮様。はい。一ボットでお願いします。人集まってきましたね。そうですね。観光客がね増えたから大変です。上品では特品以上茶碗赤水です。上品では特品です。お
が3です。堀会長の一服連です。誰か切り出し入るんかな。今無理です。はい。ラムキンリャンいきます。ちょっとキンリャンです。いらっしゃいませ。3です。3です。そうっすね。で条件やな。私は一服の量わからないから適当にやってる。これマム。チキンがいいかな。あ、れいちゃん、それまだよ。なんて言いましたっけ？龍馬と熊一服だよ。って言いましたね。じゃなくて。次、上馬徳馬一服リャンです。そばね、今120杯食べた。120杯。普通17杯。
56歳。味も何も感じない。いろんなもの入れながら。もう今もう世界各地に昨日あれだけの方がいやいや目が最低だ目が今伊勢うどんあれはめちゃめちゃ太いけど柔らかいどこどこ伊勢でかいんですよ大河ドラマでは西郷さんが2年前だったらまあ短いからだけどその昔の面影とか痩せちゃってるけどありがとう。